どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、2021、ちょっと遅れましたけど、Apple 製品ね、買って良かったものランキングということでね、5つほどね、これご紹介していきたいかなと思います。2021年もですね、おそらく総額で、100万円いかないかなぐらいですね。多分全部で9つぐらいね、細かいものも合わせるとね、多分10個以上使ってきたわけなんですけど、Apple 製品に。今回なんで Apple 製品にちょっとフォーカスして、これは非常に、買って良かったなって思うものですね。5つ、これご紹介していきたいと思いますので、ぜひね、ちょっと今後 Apple 製品選び、こちら参考にしていただければと思います。ということでね、5つちょっと紹介していきたいと思うんですけども、その前にですね、普段 Apple 製品のレビューとかね、今後出てくる製品こんなんあるんじゃないかっていうのね、これ定期的に動画アップしてますので、今後も見逃せないようにチャンネル登録ね、ぜひしていただければと思います。下のね、この赤いボタンをね、ポチッと押すだけなんでね、はい、2秒ぐらいで終わります。で、横の通知ベルもね、もしついでに押してもらえれば嬉しいです。ということで大丈夫ですね。はい、では、いきたいと思います。まず、第5位からいきますね。第5位買ってよかった Apple 製品はですね、iPad Pro と、マジックキーボードですね。iPad Pro。こちら確か、4月かな ?5 月ぐらいに発売されたものなんですけども、こちらも購入して使いましたが、なかなかおすすめかと思います。で、まずね、おすすめな点。これね、良かった点としてはね、iPad Pro なんですけど、1個目はですね、これ単純にやっぱ Face ID が使えるというところで、もちろんね、iPhone とかの場合だとね、外でマスクした状態で Face ID ね、使うとちょっとやっぱ弊害がね、パスコードで打つ方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱでも iPad とかは、僕はそうなんですけど、やっぱ自宅で使ったりするので、そういった場面って、マスクしないとやっぱ Face ID って結構ね、便利かなと思います。なんで仮にちょっとじゃあ外でね、やっぱ使おうかなっていう方に関しては、タッチ ID ついてるですね、iPad Air とかが今ならおすすめなのかなっていう感じですね。デザイン的にはね、そんな大きな変化はないんですけども、安定して iPad Pro もね、使えるんじゃないかなと。2つ目ね、iPad Pro これ良かった点としては、プロモーションですね。プロモーション 120Hz 対応のこのディスプレイ、ですね。これ前からあるんですけども、僕も最近やっぱこの iPhone 13とかですね、あとこの Android 端末もね、そうなんですけども、この 120Hz っていうのが慣れちゃってですね、60Hz、例えば 60Hz、今までの iPhone って 60Hz なんですけども、ちょっともう使えなくなっちゃったんですね、慣れちゃって。この 120Hz っていうのは、1秒間にですね、画面が120回、書き換わるっていうものなので、結構その滑らかなね、画面を楽しめるんですけども、ゲームとか、気づかない人は気づかないんですけどね、ここもかなりいいのかなっていうところで、ここに付随してですね、ちょっと iPad mini 6第6世代を僕も購入したんですけども、それを使わなくなった理由としては、やっぱりね、これは60Hz にしか対応してないんで、120Hz じゃないんですよね。どうしてもやっぱ iPhone と今、Mac も 120Hz になって、それに慣れちゃったっていうのもあって、そういったこともあって、ちょっと iPad mini もね、あんまり使わなくなっちゃったっていう、そこら辺もちょっとね、iPad mini も実はちょっと売っちゃったんですけども、そこら辺もどうして、売ったのかみたいなところもね、動画にしたいと思いますので、ちょっとお待ちいただければなと思います。で、3つ目としては、マジックキーボードですね。これはめちゃめちゃ良くて、それなりに3万円ぐらいはするんですけども、それなりにやっぱ価値ありますし、非常にやっぱりね、タイピングとか、簡単にこのパソコンとして使うんであれば、トラックパッドもそうなんですけども、非常に使いやすくて、本当 Mac と同じような感覚で使えますね。あとそのペンシルとかも非常にあればメモとかもあんま僕は使わないんですけどもなかなかいいんじゃないかなと思います。あとはですねやっぱりこのマジックキーボードとかはBluetooth 接続がタブレットとの切り替えが非常に楽だったりとかがあってパカってねもう貼り付けるというかマジックキーボードに iPad Pro をパンってやるともうそのキーボードと Bluetooth にすぐ接続されるんですよね。で逆にタブレットを磁石でくっつけてるだけなんですけどもパッて取るともうすぐそのタブレットとしてね iPad Pro 使えたりするんでそこら辺のシームレスさだったりとかさっき言ったみたいなそのトラックパッドとやっぱキーボードとかが非常に使いやすかったりするので非常にいいかなっていうところですね。というところで一応 iPad Pro のねレビューもあったりしますのでちょっとパソコンとの置き換えにはちょっと失敗してしまったんですけどもこちらのレビューもねちょっと参考にしてもらえればと思います。ということで続いてはですね第4位買ってよかった Apple 製品 AirTag ですねプラスキーリングっていうね純正キーリングなんですけどもこれ良かった点からまず言いますとAirTag はですね落とし物タグなんで鍵とかですねカバンとかにつけて、iPhone とかで位置情報を探せるっていうねものなんですけどね落とした時とかにどこ行ったかなとかあるじゃないですか僕よくなくすんですけどでまずねこれ良かった点の一つ目としてはこれも月並みっちゃ月並みなんですけど安心が買えるっていうところなんですよね。AirTag 自体は落とし物タグも別に他にはあるんですけども3000円かな4000円とか、安いものだと1000円ぐらいであるんですけどやっぱりこの物をなくした時に結局まだその物をなくした状況っていうのは幸いにもどっちなのか分かんないですけどなくてですねその物を落
とした時になんで不安かっていうと、場所がどこにあるのかっていうのが分かんないっていう状況がやっぱ一番ね、不安なんですよね。やっぱこのエアタグ、例えばでもエアタグとかあれば、場所の位置が分かるんで、それだけでも正直ね、あ、この店に置いてきたのかってね、分かるだけでももう安心じゃないですか。例えば財布とか、スマートフォンとかもそうですけど、っていうのも安心ですね。良かったね、2つ目としてはこのキーリングも純正のやつも買ったんですけども、結構やっぱその持ち歩きたくなるというか、そういったやっぱ僕は赤いね、純正のレザーのやつかなを使ってるんですけども、結構やっぱ目立つんで、置いた場所とかもね、なんか見つけやすかったりしてそれはあんま関係ないかもしれないですけど、そのデザイン性とかも結構良かったりするんで、こうやっぱ持ち歩いてて、そのファッションアイテムとしても非常にいいのかなっていうところですね。あといろんな、ね、用途で、もちろんバッグとかもそうですし、自転車とかをね、つけて使ったりとか、いろいろ今広がったりしてるんで、今やっぱ純正のね、キーリングとか買うとき、結構やっぱ高いんで、今やっぱそのサードパーティー製というかね、安いもの Amazon とかでいっぱいあるんで、そっちを使ってもらうのがね、非常におすすめかなと思います。はい。非常にエアタグ意外と、おすすめでした。2021年買ってよかったApple製品第3位なんですけども、ポリッシングクロスですね。これね、ちょっと意外かもしれないんですけども、布ですね。アップル。信者の布とかね、言われてるんですけども、こんな感じなんですけども、これ大体2000円ぐらいですかね。これ何かっていうのは画面とかですね、例えばパソコンの画面とか、iPhone とか、何でもいいんですけども、スマホの画面とかを拭いて綺麗にできるっていうものなんですよね。なんで買ってね、良かった点一つ目としては、当たり前ですよ、綺麗になるというか、そしてこれ意外とね、重宝するんですよね。こういったなんかその画面拭きクリーナーって、もちろん持ってる方はいると思うんですけども、僕もね、意外とね、持ってた時もあるんですけども、なんかそんな買うまでもないかなみたいな、なんかティッシュで拭いちゃうみたいな時とかあったりするんですけども、ちょうどこの Mac のね、発売と合わせてこれ新しく出たんで、僕はついでに買ったんですけども、これが意外とね、いいですね。Apple 製品というか、もう布なんですけど、なんで結構この MacBook Pro とかのね、画面って開く時とかに、手とかがね、どうしても当たるんで汚れちゃうんですよね。でもやっぱりね、やっぱ高価なものなんでね、ティッシュとかではちょっとね、やっぱ傷ついちゃうんで、こういったもの。結構やっぱ丈夫ですし、で、やっぱ、最近やっぱ在庫ね、復活したみたいなんですけど、一時期はめちゃめちゃやっぱ在庫がなかったりとかして、転売とかされてたんですけど、二つ目としては、当たり前ですけど、これ何でも使えるっていうところで、基本的にはその Mac 用としても僕は買ったんですけども、例えばこのスマートフォンの画面をね、なんか拭いたりとか、Apple Watch とか、拭いたりとか、あとやっぱ今タブレットとかね、そういったやっぱいろんなね、人が触ったりとか、スマホとか特にね、結構ね、汚れてたりするんで、これで拭くだけでもめっちゃ綺麗になるんですよね。もちろんこのポリッシングクロスに、純正以外にもあるんで、それを買ってもいいとは思うんですけども、意外と僕は買って、2000円だったけど意外と良かったかなっていう感じですね。ちょうど今やっぱね、在庫も戻ってきて、すぐ届いたりするので、ちょっとね、メルカリとかではね、なんか高い時本当に8000円とかで出店されてたりしたんで、そこからちょっと買わないようにだけしてくださいね。第2位ですね。買ってよかった Apple 製品。2021なんですけど、これは MacBook Pro 14インチですね。はい、今、ここにね、あるんですけど、僕の今一応メインマシンなんですけども、ここは値段はするんですけど、僕の基本的に僕仕事道具になるので、編集もしますんで、いいかなというところで、ちょっと良かった3つぐらい挙げるとですね、まず1個目としてはもう画面がまずね、明るくてめっちゃ綺麗です。はい。で、2つ目は、スピーカー性能がもうめちゃめちゃいいところと、3つ目、メモリですね。のやっぱり最大 64GB まで増やせるようになったので、非常に快適に使えるようになったっていうところで、まず1個目はね、この画面が明るくて非常に綺麗なっていうところなんですけども、画面のまず明るさが、MacBook って結構ね、昔からなかなかそんなアップデートされてなくて、画面の品質自体はそんなにね、ずっと多分ね、5年ぐらい変わってなかったんですけど、やっとね、この5年ぶりかな、6年ぶりぐらいアップデート来て、画面がですね、1002とかな、非常に綺麗でね、明るい。で、さっき言ったみたいにその 120Hz のね、滑らかな画面になったので、これ地味なんですけど、やっぱ画面が明るいっていうのは作業効率意外とね、上がるというか、めっちゃ見やすいなっていうところと、良かった点2つ目としてはこのスピーカー性能ですね。空間オーディオって言ってちょっとね、なんかこう臨場感ある、ちょっと立体的に聞こえる音っていうのが聞こえるんですよね。ちょっと本当に僕サッカーとかよく見るんですけども、特にスピーカーとか使わなくても結構この臨場感ある音っていうか、なんかこのパソコンから出ているような感じじゃないんですよね。やっぱこう空間的に聞こえるんで、Netflix 見たりとかで、やっぱそれがさっき言ったその画面とね、やっぱその音の体験が合体するとなかなかね、これいいなっていう感じで。で、3つ目、この性能的な部分で、
このメモリがようやくね、増やせるようになったんですけども、M1 の前のモデルだと、メモリが 16GB までしか載せれなかったんですけども、64GB まで載せれるようになって、僕は一応 32GB のモデル使ってるんですけども、やっぱこれでかなりサクサクしてるというか、チップ自体が性能高いっていうのもあるんですけども、いろんなアプリをこう立ち上げてもこうサクサクできるっていうね感じですね。メモリは作業台に例えられるんで、数字が高ければ高いほど同時にねいろんなアプリを使えるっていう感じにはなりますね。ただ逆にねちょっと失敗した点みたいなところもあって、今まだちょっとレビューとか上げてないんですけど、 M1MAX っていうね一番この性能めちゃめちゃ高いやつを僕は買ったんですけど、動画編集するんで GPU が32コアのモデル、一番高いやつなんですけど、正直ねこれじゃなくてもよかったかなっていう完全にやっぱオーバースペックだったなっていう感じがしてます。基本的にねやっぱり僕の場合だと YouTube の動画で特に 4K、4K で編集してもいいんですけど、ちょっと容量が重いなっていうところで、今はそのフル HD っていうね YouTube の一般的な画質のものでやってるんですけども、それでね例えば編集したりと書き出し動画を実際形にする作業っていうのがあるんですけども、そういうのやってもねあんまり正直ねめちゃめちゃ速いっていう感じではないんですよね。この前にM1 Pro っていう1個ちょっと下のチップのものを使ってたんですけども、そんなに正直ね変わんなかったんで、正直ね M1MAX の24コアの GPU のモデルか、M1 Pro の一番上のやつとかでもよかったかなみたいな感じ、ちょっと今後悔してます。コスパは良くないかなっていう、とりあえずいいものは使いたいと思って使ってるんですけどね。ということでちょっと参考までにねしていただきたいかなと。はい。ただ普通にMac とか使う分にはですね、前回も動画で出したんですけど M1 の MacBook Air とかで全然ね4K の動画自体は別に編集は全然いけるんで、M1 の方を買っていただきたいかなと。はい。ちょっとレビュー動画もちょっと参考にしていただきたいかなと思います。最後ですね、2021買ってよかった Apple 製品第1位なんですけども、これ、なんとiPhone 13 Pro ですね。はい、今ここにあるんですけども、正直ね、あんまり僕も iPhone をね、そこまでいいなって思うことは、あんまり正直ないんですけども、基本的にマイナーアップデートで、どうしてもやっぱ Android と比べると、もちろんその安定性とかあるんですけど、信頼性とかはあるけど、ちょっと面白みにやっぱ欠けたりはするんですけども、この13 Pro は、なんかね、地味にね、いいなって思っちゃいましたね。iPhone、12 mini から変えたんですけど、どうして、どこら辺が良かったかっていうと、まず1個目としては、まずカメラ性能で、2つ目が、このシネマティック撮影。3つ目がですね、画面が見やすい、かつバッテリー持ちがいいっていうね、ところですね。そこをちょっと説明していきたいと思うんですけども、まず、カメラ性能ですね。もうこれはもう単純に綺麗になりましたっていうところなんですけども、はい。カメラのそのセンサーサイズっていうのが大きくなったんですよ。もちろん性能が上がったってことなんですけど、何が変わるかっていうと、全体的にやっぱまずその解像度というか、その綺麗さですね、見た目。そういったものを写真が綺麗になるのと、よりあとその背景がボケてくれるというか、ちょっと一眼レフっぽく撮れるっていう感じですね。そこら辺が結構良かったりとか、あと一応プロモデルだとはプロローっていうね、ロー撮影っていうのができるんですよね。これいわゆる生データってやつなんですけど、パッと見ね、見た目基本的に一緒なんですけど、これローの何がいいかっていうと、編集のね、撮った後の編集ですね、そっちの幅が非常に広がるんですよ。富士山のね、写真を僕は撮ったんですけども、元の写真があって、これロー撮影撮ったんですけど、これじゃめっちゃ綺麗。それをさらにこれ編集するとね、こんな感じになるんですね。ちょっと編集出しますけど、一応データ量はですね、例えば一般的な写真、JPEG とかのものを使われてるんですけど、大体は。圧縮されてるんですよね。データが重いんで。で、プロローとかだと、例えばデータ量10倍ぐらいあるんですよ。何が違うかっていうと、その編集という、つまりその明るさとか、例えば写真の明るさとか、その色合いをかなりその後で結構変えれるというか、アプリとかあるんですけど、僕はVSCO ってやつをね、使ってるんですけど、それを非常に簡単にスマホで楽しめるのがいいのかなっていう、普通一眼レフとかで、使われているものなんですけどね。2つ目としてこのシネマティック撮影ですね。はい。もうこれは単純にね、撮るのが楽しい。あんまりそのスマホで撮るの楽しいと思うことあんまなかったんですけど、今まで。簡単にやっぱりね、後ろをぼかした撮影っていうのがね、ちょっと映画っぽく、おしゃれな感じで撮れるんですよ、簡単に。映画で特にね、よくある技法なんですけども、人がいてこう目線が例えばね、そっちに向けたら、ピントがこっちに合うみたいな、切られるシーンとかを、その iPhone とかで、簡単にね、再現できるんですけども、要するに本当に人間の目でこう見てるような感じですよ。そういったものを iPhone で再現できるというところです。で、これシネマティックの実際に撮ったね、これ富士山で、これ SNS でもね、Twitter とかでも上げたと思うんですけども、ちょっとピントをこう合わせてって富士山にこう合ってみたいなんで、こう外していくみたいなのを、
まあ、簡単にできると。まあ、撮影時にこれ選択とか、まあ、基本的に自動で勝手にやってくれるんですけども、撮った後にもちろんピント合わせる合わせないとかも変えれるっていう感じですね。もう一個富士山のやつが、これ飛行機にね、これ実家帰った時のやつなんですけども、まあ、シートにピント合ってたのがこう徐々にこう外ですねの景色にこうピント合ってみたいな、またこう違うところにピント外側にもこうピント合っていくみたいな感じで、まあ、これねもう簡単にできるんですよね、こういうのが。というので非常にいいなと思って、 Vlog とかもしやりたい人だともう iPhone だけで全然いいかなっていう感じですよね。ということでいい点ね、で3つ目なんですけども、画面が明るくて見やすくなった上でしかもバッテリー持ちもいいというところなんですけども、画面の明るさがですね、まあ、標準で1000ニットっていうのになって、まあ、iPhone 12シリーズとかと比べても結構明るくなった。普段使ってる時に非常にこう明るくて見やすいっていうところですね。さっき言ったようにその 120Hz のねリフレッシュレートで、まあ、1秒間にね120回画面書き換わってるんで、まあ、非常にこう滑らかに見えるんですよね。まあ、特にやっぱゲームの時とかに非常に有効なんですけども、ただここについてはまあ気づかない人はね気づかないとは思いますけど、まあ、60Hz とこう比べたらね iPhone8 とかとそこら辺と比べたら分かるかもしれないんですけど、まあ、今までの iPhone は一応 60Hz っていう感じですね。半分なんですけど、ただこれまあもちろん問題もあって、リフレッシュレートが基本的にやっぱ高くなると、まあ、そんだけ画面書き換わってるんでバッテリー消費も増えるんですよね。120Hz 対応のもちろんAndroid のねスマホとかいっぱいあるんですけども、基本的にやっぱちょっとバッテリー持ちが悪くなっちゃうっていうのがねあるんですよ。まあ Galaxy とかもそうなんですけど、 iPhone 13 Pro の場合はね結構バッテリー持ちいいですね。まあうまくやっぱこの iOS とかで節約できてるというか、まあ可変式ってやつで、まあ画面こう止めてる時はそのリフレッシュレート落としてとか勝手にこれやってくれてるんですけども、まあ充電を消費しないように、チップとかのもちろん省電力性能とかもいいのかなっていう感じですね。ストリーミング再生、まあ一応 YouTube とかで最大ね、まあ20時間ぐらい持つとか言われてるんで、まあ一応僕も使って1日使ってそんな充電がまあなくなるみたいなことってもうほとんどなかったので、まあ相当本当にもう動画を撮りまくるとか写真を撮りまくるとかじゃない限りはそれでもなかなかなくならなかったんで、バッテリー持ちはめちゃめちゃいいなって。まあ13多分プロマックスとかなると余計だと思うんですけど、まあ13プロでも正直十分だと思いますね。ちょっと紹介してまいりました。まあ今年もねいろいろApple 製品買っていきたいと思いますけども、で逆にちょっとね今年買って失敗した Apple 製品についても2つありまして、マグセーフバッテリーパックが1個目と、あとビーツスタジオバッツですね。まあこれはまあ一応ビーツになるんですけど、まあアップルが買収したんでね、2014年ぐらいに。まあその理由についてはね、ここからちょっとまあいい点、悪い点含めてですね、ちょっと正直に、ちょっと話していきたいと思います。はい。で、なんでこれが失敗なのかっていう、まあ理由としてはですね、まず価格が高すぎるっていうか中身と価格がまあ見合ってないっていう言い方がいいと思うんですけども、さらにね、もう一個悪い点としてはですね、このライトニング端子で充電しないといけないっていうとこなんですよ。初めてね、ビーツから完全ワイヤレス出るということで、まあ、余計に残念だったなって思いました。まあ理由はね、非常にこれシンプルなんですけど、まあ僕の場合はね、音質が悪すぎるという音がカスカスっていうね、感じなんですよ。ということで、普通の動画はここで終わりですかね。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。